3つ目がね、横浜花博ならではの目玉、豪華客船クルーズよ。豪華客船？船で花博に行くの？こんにちは、〇〇のエキスポラボです。ミケ、ねえねえ聞いて、2027年の横浜花博、僕もう絶対に行くって決めてるんだけどさ、旅行会社のツアーを探しても全然出てこないんだよ。いつになったら予約できるの？ポチ、その焦る気持ちは痛いほどわかるわ。実は今 SNS でも全く同じ声が溢れてるの。でもね、ここで公式のパッケージ発表をぼーっと待っていると完全に乗り遅れるかもしれないわよ。まだどこからもニュースが出てないのにもう乗り遅れてるってこと？そうなの。水面下ではもうツアーの動きが始まっているの。万博のような国家規模のイベントには必ず歴史に基づいた法則が存在するわ。法則？なんだか映画みたいな話になってきたぞ。大げさに聞こえるかもしれないけど本当よ。今日は通算100回以上万博に通い詰めた私たちの視点から、まだほとんどの人が気づいていない横浜花博ツアーの裏側と秋の争奪戦に向けた具体的な準備を徹底解説するわ。最後まで見れば今の焦りがよし、やるべきことが分かったっていう確信に変わるはずよ。それは頼もしいんだけどさ、そもそもチケットだけ先に買っても移動手段がなかったらどうすんのってすっごく不安で、シャトルバスも完全予約制って聞いたし、当日ちゃんとたどり着けるのかな。見えない予定に対する不安って本当に大きいわよね。チケットは手元にあるのにその先が全く見えない、その気持ちすごくよくわかるわ。そうなんだよ。で、今日の動画を見ると何がわかるの？ズバリ、いつツアーが発売されるのか、どんなプランが出てくるのか、そして秋にやってくる争奪戦に勝つための具体的な準備を全部整理するわ。これを知っておけばもう漠然とした不安に振り回されることはなくなるわよ。それなら安心して花博を迎えられそうだね。よし、メモの準備するぞ。みんなもスマホのメモアプリ開いておいた方がいいかも。さっきから気になってるんだけど、水面下でもう始まってるって具体的にどういうこと？はい、これを見てちょうだい。町田市観光コンベンション協会が出しているグリーンエキスポ2027サクザバス旅行のプランよ。参加費はなんとチケット代もバス代も保険代も全部込みで13,900円。嘘？もうこんなの出てるの？しかも13,900円ってチケット代込みでしょ？かなりお得じゃない？でしょう。しかもね、注目すべきはその日程なの。開幕日の2027年3月19日、夏のナイト便の7月24日、そして最終日の9月26日。この3つの日程がもうがっちり抑えられているのよ。ちょっと待って、開幕日と最終日って一番みんなが行きたい日じゃん。そこがもう埋まり始めてるの？そういうこと。大手旅行会社の華やかな発表より前に足元ではもう動き始めているのよ。いやー、参ったな。大手の発表ばっかり気にしてたけど、地元の団体がこんなに先に動いてるなんて盲点だったよ。まさにそこなの。町田駅の近くからバスに乗ったらあとは会場まで一直線。シャトルバスの予約もいらないし、満員電車に揉まれる必要もゼロよ。これって特にお年寄りや小さいお子さん連れのご家族にとってはものすごくありがたいわよね。確かに乗り換えなしで会場につけるのは最強だ。でもこれって町田に住んでる人だけの話でしょ？ここがポイントなのよ。町田で出てるってことは他の地域でも同じような企画が今後どんどん出てくる可能性があるの。だから今のうちに自分の地元の観光協会やバス会社のサイトをお気に入りに入れておくのがおすすめよ。なるほど。公式の派手な発表だけ追いかけてるとこういう掘り出し物を見逃しちゃうんだね。よし、僕も今日帰ったら地元の観光協会チェックするよ。ところでさ、近所のバスツアーもいいけど、関西とか九州とか遠くから新幹線や飛行機で行く人はそっちの王道パッケージっていつ買えるようになるの？いい質問ね。公式情報とかこのデータを総合すると答えはズバリ2026年の9月から10月頃、つまりこの秋よ。これには明確な根拠が2つあるの。秋？思ったより近いね。その根拠って何？1つ目は HIS の公式発表。HIS は花博のプラチナパートナーになっていて、ニュースリリースで2026年秋から特別プランを順次販売しますとはっきり言っているの。しかもね、このためだけに社長直轄の推進室っていう専門組織まで作ってるのよ。社長直轄の専門チーム？それって相当な本気度じゃん。
そう旅行業界でここまでの体制を敷くのは絶対にやるという意思表示なの。だから秋からの販売開始はかなりの角度で実現するはずよ。なるほど、1つ目の根拠は HIS の公式発表ね。じゃあ2つ目は2つ目は大阪・関西万博の実績データよ。去年の大阪万博を覚えてる？あの時も開幕のちょうど半年前、2024年の10月中旬に大手各社からツアーが一斉に発売されたの。 HIS、クラブツーリズム、近畿日本ツーリスト、阪急交通社、みんなほぼ同じタイミングだったわ。へえ、つまり万博クラスの超大型イベントだと半年前っていうのが業界の常識なんだ。その通り。全国の新幹線や飛行機の座席、ホテルの部屋数を一気に調整して世に出すにはどうしてもそのくらいのリードタイムが必要なのよ。横浜花博の開幕は2027年3月、その半年前は2026年の秋。 HIS の発表と大阪万博のデータ、どっちも同じ秋を指してるんだね。これは説得力あるよ。しかもね、ポチ、秋に来る波発は解禁だけじゃないの。もう一つ見逃せない事実があるわ。まだあるの？今売ってるオープンチケットってまだいつ行くかを決めてないチケットよね。その来場日時の指定予約が始まるのも2026年の秋頃なの。これ公式サイトにちゃんと書いてあるわ。ってことはツアーの発売と入場日の予約争いが同時に来るってこと？そういうこと。ゴールデンウィーク、夏休み、最終月の9月、人気日程の椅子取りゲームが一斉に始まるのよ。うわー、それは怖い。準備ゼロで秋を迎えたら欲しい日程が一瞬で消えちゃうじゃん。だからこそ今のこの嵐の前の静けさのうちに準備しておくことが勝敗を分けるのよ。わかった。秋がやばいのは十分伝わった。じゃあ実際に秋に出てくるツアーってどんな種類があるの？大きく3つの系譜に分かれると予想しているわ。1つ目は遠方組に必須の王道パッケージ。新幹線や飛行機とホテルがセットになった一番オーソドックスなやつね。万博ツアーの王道だよね。2つ目はさっき紹介した日帰りバスツアー。関東圏の人や市にあの方に特におすすめの系譜ね。乗り換えゼロで行けるやつだね。で3つ目は3つ目がね、横浜花博ならではの目玉、豪華客船クルーズよ。豪華客船？船で花博に行くの？いやちょっと待ってよミケ。花博の会場って海沿いじゃないでしょ。どうやって船で行くのさ。さすが鋭いわね。確かに会場の上瀬屋は内陸だから船が横付けはできないわ。でもね、横浜には大桟橋っていう日本を代表する客船ターミナルがあるの。あー、そっか。まず船で横浜港に着いて、そこからバスで会場に行くってこと？その通り。関西や九州から飛鳥通や日本丸で横浜港に優雅に入港して、デッキからベイブリッジやみなとみらいを眺めながら花博への期待を膨らませる。そして大桟橋から専用バスで会場へっていう VIP な周遊プランが組まれるはずよ。船旅からの花博直行って考えただけでワクワクする。大阪万博でもクルーズツアーってあったの？あったわよ。飛鳥通の横浜大阪クルーズなんて1泊2日で7万円台から26万円くらいまであって、発表後すぐに完売したケースもあったわ。記念日とか一生に一度の贅沢を考えている人は絶対にアンテナを張っておいてね。3つのプランがあるのは分かったけど、僕みたいに遠方から行く場合結局どうすればいいの？秋のツアーをおとなしく待つべき？それとも自分でホテルを取っちゃうべき？そこはね、自由度と楽さのどっちを優先するかで変わるわ。全部お任せで楽に行きたいなら秋のツアーを即予約。自分のペースで朝から夜まで好きに回りたいなら個人手配ね。どっちも捨てがたいな。でもね、実はどっちを選ぶにしても今のうちからやっておくべき究極の防衛策があるの。これさえやっておけば秋になって行く手段が何もないっていう最悪の事態だけは絶対に防げるわ。究極の防衛策？何それ、めちゃくちゃ気になる。その防衛策がズバリ保険のホテル戦略よ。やり方はシンプル。今のうちにホテルを仮押さえてしまうの。秋にツアーが取れたらホテルをキャンセルすればいいし、取れなかったらそのホテルが命綱になるってこと？大正解。確かに。でも闇雲にどこでもいいってわけじゃないよね。どのエリアのホテルを抑えればいいの？そこが大事なところなのよ。新幹線で来る人なら新横浜エリア、飛行機で来る人ならみなとみらい周辺、車で来るなら南町田あたりっていう風に自分の交通手段に合わせて最適なエリアが全然違うの。会場へのアクセスまで逆算して拠点を選ぶことが快適な花博体験の鍵になるわ。
そっか、ただホテルを取ればいいんじゃなくて自分の移動手段に合った場所を選ぶのがコツなんだね。ところでさ、そもそも会場ってどの辺りにあるの？最寄り駅はどこ？はい、ここが最大の要注意ポイント。実は会場の敷地内に駅がないの。駅がない？そう、だから来場者は瀬谷、三津京、南町田グランベリーパーク、東海市場っていう4つの駅から完全予約制のシャトルバスに乗って会場に向かう必要があるの。4つも駅があるの？どれに行けばいいか迷っちゃうよ。そうなのよ。新幹線で新横浜に着く人と羽田空港から来る人と車で来る人とでは使うべき駅が全く違うの。ここを間違えると当日めちゃくちゃ遠回りになったりするから、事前にしっかり調べておいてね。駅がないって大阪万博とは全然違うんだね。アクセスの事前準備甘く見てたら大変なことになるぞ。そしてもう一つ、192日間もある会期中、混雑には大きな波があるわ。ゴールデンウィークは全国から人が殺到して間違いなく大激戦。人気パビリオンは何時間待ちになってもおかしくないわ。うわー、ゴールデンウィークはやっぱりすごいことになりそうだね。じゃあ逆に空いてる時期ってあるの？あるわよ。5月のゴールデンウィーク明けから6月の梅雨入り前くらいまでの平日、ここが気候も穏やかで比較的空いている黄金期間になる可能性が高いの。有給が取れる人にとっては最高のタイミングね。へえ、梅雨の時期も穴場だったりする？実はそうなの。雨の日は来場者がぐっと減るけど、園芸博覧会の花って雨上がりが一番綺麗に輝くのよ。あえて曇りや小雨の日に行くっていうのも通な楽しみ方よ。なるほど、いつ行くかで体験がガラッと変わるんだね。日程選びめちゃくちゃ大事じゃん。さあ、ここまでの情報を踏まえて今日のエキスポメモよ。秋の争奪戦に勝つために今週末家族やお友達と必ず決めておいてほしいことが3つあるわ。3つ？何1つ目は誰と行って何泊するか。人数と日数が決まらないとツアーの検索すらできないからね。2つ目は行きたい時期の第1候補と第2候補。第1候補がダメだった時にすぐスライドできるように必ず2つ決めておいて。第2候補まで持っておくのがミソだね。で、3つ目は3つ目は絶対に見たいパビリオンや体験の方向性。まだ詳細は出揃ってないけど、海外の庭園が見たいとか子供が楽しめる体験型がいいとか、ざっくりした方向性だけでも決めておくと、秋に情報が出た瞬間の判断スピードが全然違うわ。確かに秋にツアーが発売されてからいつにするって家族会議してたら、人気日程なんて一瞬でなくなっちゃうもんね。今週末みんなも家族に来年花博行かないって声かけてみて。さて、今回お伝えした保険のホテルのエリア別の選び方や4つの駅それぞれの特徴と使い分け、それから192日間の詳しい混雑予測なんかはしっかりとした調べしておくだけで、秋の争奪戦の結果が全く変わってくるわ。本気で準備したい人は今日から動き始めてね。僕も今日中にキャンセル無料のホテルを探してみるよ。みんなも一緒に秋に向けて準備スタートしよう。最後にまとめるわね。今日の要点は3つ。1つ目、横浜花博のツアー解禁は2026年秋の可能性が高い。2つ目、地元発のバスツアーなど水面下ではすでに動き出している。3つ目、キャンセル無料のホテルを今すぐ仮押さえする保険のホテル戦略が必須。この3つよ。そして今すぐできるアクションは、今週末に家族会議を開いて日程と人数を決めること。あとはメルマガ登録と保険のホテルの仮押さえだね。みんなも一緒に頑張ろう。本日の詳細はノートの記事にまとめてるわ。高評価、チャンネル登録、ハイプもよろしくお願いします。ノート、X や Instagram もフォローよろしく。みんなご一緒に地球と先に行こう。横浜グリーンエキスポ、盛り上げていきましょう。またねー。